ビーフシチューを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、もうすぐクリスマスということで、クリスマスにぴったりなビーフシチューを作っていきたいと思います。去年もですね、私のチャンネルで本格的なビーフシチューの作り方をご紹介したんですが、今回はですね、炊飯器ですごく簡単に作れるビーフシチューをご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材などの材料をご紹介します。材料はこちらです。牛すね肉、じゃがいも、玉ねぎ、人参、にんにく、ローリエ。今回はこちらの具材を使って作っていきます。まずお肉に関しましては、今回はすね部分の牛肉を使っていきます。こちらの部位に関しましてはお好みのものを使用していただいて OK です。すね肉は煮込むととろっとした仕上がりになります。ホロホロっとした食感を楽しみたい場合は牛もも肉を使っていただくといいかなと思います。こちらはトータルで約 400g 準備してます。そしてじゃがいもに関してですね、今回はメークインを使っていきます。メークインはですね、煮崩れしにくいので、こういった煮込み料理を使う時にはおすすめです。ただ今回炊飯器で作っていくので、そこまで煮崩れの心配はないので、ホクホク系のお芋が好きな場合は男爵芋でも OK です。それでは続いて調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。デミグラスソース、赤ワイン、お水、ケチャップ、ウスターソース、蜂蜜、有塩バター、牛脂、塩コショウ、こちらの材料を使って作っていきます。まずデミグラスソースですね、こちら丸々1缶使っていきます。今回私はハインツのデミグラスソースを使います。グラムで言うとですね、内容量は 290g になります。こちらは目安にしてみてください。そして赤ワインですね、こちらはお好みの赤ワインで OK です。たまにコメントでもいただくんですが、お安いワインを使っていただいても美味しく仕上がります。そして今回の味付けのポイントは蜂蜜です。蜂蜜を加えることで蜂蜜のコクと絶妙な甘さが加わってとても美味しい仕上がりになります。そして今回ね、お肉は一度焼いてから炊飯器で煮込んでいくんですけれども、焼く時に牛脂を使います。牛脂を使っていただくとお肉との馴染みも良くて旨味がアップします。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずはじめにですね、お肉を一口大の大きさに切っていきます。ビーフシチューなので少し大きめに切っていただいてもいいかなと思います。こちらはね、お好みの大きさで切ってみてください。もうすでにね、スーパーに煮込み用としてね、切ってあるお肉もありますので、そういったものをね、選んでいただいてもいいかなと思います。はい、お肉はね、このように切ってください。そしたらフォークでね、軽く穴を開けておきます。そうするとね、食べた時に歯切れも良くなって、あとですね、味も染み込みやすくなります。はい、そしたらですね、続いてここに塩コショウで軽く下味をつけます。両面ね、下味をつけてください。お肉の準備はこれで OK です。こちらを使うまでこのまま常温の状態で置いておきましょう。それでは続いて野菜を切ります。まずはじめにじゃがいもですね、皮を最初に剥いていきます。はい、 OK です。芽がある場合は芽も取り除いてください。それではもう一つも同じように皮を剥いていきます。はい、で皮を剥いたらですね、こちらのじゃがいもを乱切りにしていきます。だいたいこちらもね、一口サイズぐらいの大きさに切っていきましょう。このように切ったらボウルにお水を張って、この中にじゃがいもを入れます。じゃがいもはこのままですね、だいたい5分から10分くらいですね、アク抜きをしてください。では続いて人参です。まず人参はね、ヘタを切り落としてください。そして皮を剥きます。皮を剥いたら人参も乱切りにしていきます。人参はね、じゃがいもよりも少し小さめにしていただくとちょうど火の通りも良くなると思います。この時ちょっと転がるので手を怪我しないようにだけ注意してください。はい、人参はこれで OK です。では続いて玉ねぎを切ります。まず半分に切ってください。そしてまた半分に切ります。
そしたらこの1つを3等分に切ります。手を怪我しないようにね、注意してください。このヘタの部分は切り落としましょう。ではね、残りも同じように切っていきます。結構ね、玉ねぎが転がったりするので、この時も手を怪我しないように注意してください。はい、玉ねぎはこれで OK です。手でね、少しパラつかせておきましょう。はい、このようにパラつかせておいてください。それでは続いてニンニクです。まずニンニクをね、半分に切ってください。そしてニンニクの芽は必ず取り除きましょう。こちらはね、焦げの原因だったり、あとはえぐみの原因になるので、きちんとね、取り除いてください。そしたらこちらをね、みじん切りにしていきます。ニンニクはこれで OK です。そしたらこちらのじゃがいもの水を切ります。このようにざるなどにあけて水を切っておいてください。それではですね、炊飯器で煮込んでいく前にお肉だけ表面に焼き色をつけていきます。そうすることでお肉の旨味をギュッと閉じ込めることができます。火にかけて牛脂を広げていきます。牛脂はね、だいたい半分ぐらい使っていただければいいかなと思います。この牛脂の旨味とね、甘みも入るので、牛脂で焼いていただくととても美味しく仕上がります。このようにね、牛脂を敷いたらここにニンニクを加えてください。そしてね、ニンニクがちょっとじわじわと香りが出てくるまで炒めてください。はい、でこのようにじわじわっとして香りが出てきたら、ここにお肉を並べていきます。そしてお肉全体に焼き色をつけていきましょう。火加減は中火です。はい、軽くね、焼き色がついたら裏返しましょう。お肉はね、炊飯器の中で完全に火を通していくので、本当に焼き色をつけるイメージで焼いてください。はい、で片面もね、焼いていきます。また焼き色がついたら、今度は焼けてない部分を下にしてください。はい、で大体ね、お肉全体に焼き色がついたものから取り出していきます。はい、お肉はね、このように焼いてください。そしたらね、このフライパンの火を止めて、ここにお水を入れます。このフライパンに牛肉の旨味がね、まだ残ってるので、お水を入れてなじませていきます。そしてこちらのお水もね、使っていきます。こちらはね、火にかけなくて OK です。それではね、炊飯器の釜を用意してください。今回は 5.5 合炊きの炊飯器を使っていきます。そしたらね、まずはじめにこの中に調味料を入れていきます。最初にね、先ほどお肉のね、旨味を吸い取ったお水を入れてください。このニンニクもね、一緒に入れましょう。続いてここに蜂蜜、そして一度軽く混ぜてください。これで蜂蜜をなじませます。続いてここにケチャップ、そしてウスターソース、これで一度混ぜます。はい、そしたら続いてデミグラスソースを入れてください。このね、中の余ったソースがもったいないので、この中に赤ワインを入れます。そしてなじませて、中のね、余ったソースもきちんと入れましょう。はい、この中に入れます。そして残った赤ワインも入れましょう。これで一度よく混ぜてください。ソースがね、ダマにならないようにしっかり混ぜましょう。はい、OK です。そしたらこの中に具材を入れていきます。まずはじめに先ほど焼いたお肉を入れてください。ニンニクもね、余さず入れてください。続いてここにじゃがいも、あとは人参、そして玉ねぎを加えます。そして加えたら一度よく混ぜてください。よく混ざったら最後にローリエを入れます。こちらはね、香り付けなので、もし苦手だったりない場合は入れなくても大丈夫です。そしたらですね、こちらを通常炊飯していきます。炊飯器の種類によって炊飯時間が変わると思うんですが、時間の目安としてはだいたい60分ぐらいですね。そのぐらいを目安に炊飯してみてください。それではこのまま一度通常炊飯していきます。はい、今ね、1時間炊飯が終わりました。蓋を開けます。今ね、このようにクツクツしてとても美味しそうな状態になってます。そしたらですね、一度こちらをよく混ぜましょう。
今度はですね、上にアルミホイルをかぶせて蓋をします。この時ね、やけどしないように注意してください。そしてもう一度蓋をして、そして蓋をしたらですね、今度は保温ですね。保温を押してこのまま60分置いてください。はい、今60分経ちました。蓋を開けます。じゃじゃーん。ではね、アルミホイルも取りたいと思います。やけどしないように注意してください。はい、このようにね、野菜にもしっかり火が通ってとても美味しそうな仕上がりになってます。こんな感じです。スープのとろみはね、今このぐらいです。とろっとした具合になってます。お野菜もしっかり柔らかくなって美味しそうに仕上がってます。そしたら最後仕上げですね。ここにバターを入れてください。はい、バターをね入れていただくことでまろやかさがプラスされてとても美味しい仕上がりになります。これでバターが溶ければ完成です。お肉もねホロホロでとても美味しそうな仕上がりになってます。それでは器に盛り付けたいと思います。はい、これでビーフシチューの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はですね、上にこちら分量外ですがトッピングで生クリームとあとはパセリをのせてます。こちらはお好みでやってみてください。パセリはですね、彩りで入れてるんですがブロッコリーなどをね入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。こちらはお好みでやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。美味しそうですね。お肉からいただきたいと思います。いただきます。お肉がねすっごく柔らかいです。美味しい。そしてねこのビーフシチューのシチューの部分にもねすっごく旨味があって美味しいです。そして人参もねすごく柔らかく仕上がってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のビーフシチューのポイントです。まず味付けについてのポイントなんですが、今回甘さで蜂蜜を加えてます。蜂蜜を加えていただくと蜂蜜のコクが加わってすごくね味わい深くなって美味しい仕上がりになります。もし蜂蜜が食べれない場合はこちらはお砂糖で代用してみてください。そしてお肉なんですが、今回私は牛すね肉を使ってます。牛すね肉はお肉のほろっとした感じとあとはとろっとした感じも楽しむことができます。ホロホロ感だけを楽しみたい場合はもも肉がおすすめです。こちらの部位はお好みのもので作ってみてください。そしてこちらのお肉なんですが、炊飯する前にまず表面にね焼き色をつけてください。そうすることで牛肉の旨味をギュッと閉じ込めることができます。さらに焼く時にですね、牛脂を使っていただくとより馴染みも良くなって味わい深い仕上がりになります。そして今回は赤ワインベースで煮込んでます。赤ワインに関しましてはこちらはお好みのものを入れて作ってみてください。そして炊飯する時なんですけれども、この炊飯時間はですね、通常炊飯でも炊飯器の種類によって炊飯時間が変わる場合があります。なので通常炊飯のボタンを押してその後時間を60分計って炊飯するようにしてください。そして60分経ったら一度蓋を開けて全体をよく混ぜて、あとは保温で1時間置いてみてください。そうすることでお肉も野菜もね柔らかくなって美味しい仕上がりになります。そして最後にですね、仕上げでバターを加えてください。バターは最後に入れていただくことで香りが残ってとてもまろやかな仕上がりになります。今回ですねトッピングで生クリームとあとはパセリを置いてます。こちらはお好みでやってみてください。今回の分量で約4人分になります。こちらは目安にしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はビーフシチューを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。